Kubernetes 設定ミスの濡れ衣着せられた結果、お前の設定ミスだろ、責任取れ。オーディットログが全て証明してくれた。悪いことはできないな。またいい話聞かせてくれ。次も楽しみにしてる。これはとある SRE エンジニアの話。私は28歳の女性 SRE エンジニア。大手 SaaS 企業で Kubernetes クラスターの管理を担当している。入社して3年。マイクロサービス基盤を一から構築してきた。Kubernetes は100以上のポッドが動いていて、月間1億リクエストをさばいている。イッチの仕事は順調だった。しかしそんなある日のこと、その日も朝からモニタリングダッシュボードをチェックしていた。 CPU 使用率、メモリ使用率、レスポンスタイム、すべて正常。先月デプロイした新機能も安定稼働している。よし、今日も問題なさそうだな。そんな平和な朝、先輩エンジニアが話しかけてきた。おはよう、イッチ。おはようございます、先輩。この先輩、38歳で入社10年のベテラン。表面上は協力的だが、最近のイッチの成長を面白く思っていないようだった。昨日のデプロイ、問題なかった。はい、すべて正常です。ローリングアップデートも成功して、ダウンタイムゼロで完了しました。そう、それは良かった。その日の午後2時、事件は起こった。ええ、アラートが鳴り始めた。ボットが頻繁に再起動している。レスポンスタイムも急激に悪化している。おかしい。昨日まで全く問題なかったのに。すぐに調査を始めた。キューブ CTL。ポッツでステータスを確認。クラッシュループバックオフが頻発している。ログを確認すると、メモリ不足のエラー。でもリソースリミットは適切に設定してあるはず。その時、先輩が近づいてきた。イッチ、何やってんだ。先輩、システムが不安定になってるじゃないか。お前の設定が悪いんじゃないのか。いえ、私の設定は問題ないはずです。昨日まで正常に動いていましたし、何も変更していま言い訳するな。お前が管理してるんだから、お前の責任だろ。せん。でもとにかく早く直せ。顧客からクレームが来る前に。山本怪しすぎる。いきなり犯人扱いとか最悪。これはひどい話だな。イッチは必死に調査と対応を続けた。とりあえず応急処置として、ポットを手動で再起動。一時的に安定したけど、また同じ問題が発生する。なぜだ。設定を何度も確認しても問題が見つからない。その日の夕方、CTO から呼び出しがあった。イッチさん、入って。失礼します。部屋には CTO と先輩、そして人事部長がいた。今日のシステム障害について説明してもらえますか。はい、午後2時頃からポットの再起動が頻発し始めました。原因を調査中ですが、私の設定には問題がないことを確認しています。問題がない。冗談でしょう。あなたが管理しているクラスターで障害が起きてるんですよ。設定ミスに決まってるじゃないですか。でもリソースリミットも環境変数も全て確認しました。イッチさん、この障害で顧客への影響が出始めています。レスポンスタイムの悪化ですでに何件かクレームも来ています。そんな。明日までに原因を特定して対処してください。できなければ降格も含めた懲戒処分を検討します。降格。頭が真っ白になった。わかりました。必ず原因を見つけます。頑張ってね、イッチ。先輩の薄ら笑いが妙に気になった。その夜、自宅に戻ったイッチ。一体何が原因なんだろう。設定は何度も確認したし、デプロイ履歴も問題ない。もしかして本当に私のミスなのかな。不安で眠れない夜を過ごし、翌日を迎えた。翌日、出社したイッチを待っていたのは。イッチさん、今日から自宅待機です。自宅待機。
昨夜から今朝にかけてさらに障害が悪化しました。現在複数の顧客から契約解除の話も出ています。そんな。でも私は何も。詳しい調査が終わるまで会社への立ち入りは禁止です。わかりました。家族がいてよかったな。妹ナイスアドバイス。オフィスを出る一致を同僚たちが遠巻きに見ていた。あれがシステム障害を起こした人。マジかよ。優秀だと思ってたのに。みんなの視線が痛い。自宅に戻った一致。メール。人事部からのメールだった。重大な過失による懲戒処分を検討中。降格、減給、または懲戒解雇の可能性あり。そんな、私は本当に何もしていないのに。今度は社内チャット。社内のグループチャットが見える状態だった。一致のせいでこっちまで残業だよ。システム障害の影響でクライアント対応が大変。技術力不足だったんじゃね。みんな、私のことそう思ってるんだ。その時、先輩からのメッセージが届いた。一致、大変だったね。でもKubernetesの設定って難しいからね。君にはまだ早かったんじゃないかな。この人、わざわざ煽ってくる。俺が後任として引き継ぐことになったよ。君の尻拭いは大変だけど頑張るよ。その日の夜、一致は妹に電話をかけた。もしもし、お姉ちゃん。今大丈夫？どうしたの？声元気ないよ。実は会社でシステム障害があって私のせいだって言われて自宅待機になっちゃった。はあ、お姉ちゃんはそんなミスするわけないじゃん。お姉ちゃんいつもめっちゃ丁寧に仕事してるし、設定ファイルも全部バージョン管理してるって言ってたよね。でも証拠がないと誰も信じてくれない。じゃあ証拠を見つけよう。お姉ちゃんはKubernetesのプロでしょ。絶対に真実を証明できるよ。ありがとう。少し元気出た。妹の言葉に少し勇気をもらった一致は2チャンネルに相談してみることにした。Kubernetes障害で濡れ衣着せられた。どうすればいい？ Kubernetes には全ての操作が記録されてるぞ。オーディットログを調べろ。絶対に証拠が残ってる。誰がいつ何を変更したか全部わかるよ。 KUBCTL 履歴もチェックしとけ。 VPN からアクセスできるなら今すぐ調べるべき。そうか。オーディットログ。Kubernetes は全ての操作を記録している。誰がいつ何を変更したか全てわかるはず。 VPN で会社のシステムにアクセスできるはず。よし、徹底的に調べよう。こうして一致の反撃が始まった。深夜、一致は PC の前に座った。よし、まずは VPN 接続。幸い VPN アクセス権限はまだ生きている。頑張れ一致、何か見つかりそう。ドキドキする。 Kubernetes クラスターにアクセス成功。さて、オーディットログを徹底的に調べよう。KubeCTL。イベンツで最近のイベントを確認。やっぱりポッドの再起動が頻発している。次にオーディットログサーバーにアクセス。障害が発生した午後2時前後のログを抽出。午後1時47分。デプロイメントの変更履歴がある。このアカウント、先輩のアカウントじゃないか。ユーザーシニア山本ハットカンパニー.com。 変更内容はリソースリミットの削減。メモリリミットを 2GB から 512MB に変更している。これじゃポッドがメモリ不足になるに決まってる。でもなぜ先輩がこんなことを？もっと深く調べてみよう。先輩のアカウントで全てのネームスペースを確認。プロダクション、ステージング、デベロップメント。あれ？パーソナル、アプリ、山本？これ、公式のネームスペースじゃない。中身を確認してみよう。ボット、サービス、イングレスが稼働している？
完全に個人的なアプリケーションを動かしてる。リソース使用量を確認すると CPU8 コア、メモリ 16GB、ストレージ 500GB。 これかなりのリソースを使ってる。次にイングレスの設定を確認。アプリドット山本ビジネスドットコム。このドメインフーイズで調べてみよう。登録者山本太郎、先輩の本名じゃないか。組織名山本ビジネスコンサルティング株式会社。来た来た、証拠来た。これは決定的すぎる。これは積んだ。完全に私物化してて笑う。300万は草。やばいのが出てきた。山本終わったな。副業で会社やってるのか。しかも会社のリソースを無断で使ってさらに調査を続ける。コンテナイメージのレジストリログを確認。過去6ヶ月間継続的にデプロイしている。イメージの更新頻度は週2から3回。つまり本格的にアプリを開発運用している。コストを計算してみよう。 CPU8 コア、メモリ 16GB、ストレージ 500GB の月額コストは約50万円。6ヶ月で300万円相当のリソースを私的利用している。だから私のポットのリソースを削ったのか。自分のアプリのリソースを確保するために、そして障害の責任を私に押し付けた。許せない。イッチは徹夜で全ての証拠を集めた。オーディットログのスクリーンショット保存完了。キューブ CTL 履歴のエクスポート完了。ネームスペース一覧、リソース使用量すべて記録。ウィズ情報、ドメイン登録情報保存、レジストリログ、コスト計算全部揃った。証拠があるから大丈夫だろ。本格的になってきた。弁護士まで来たか。翌朝、イッチは弁護士に連絡を取った。なるほど。詳しく状況を説明してください。はい、すべての証拠を集めました。イッチは集めた証拠を全て説明した。これはかなり悪質ですね。会社リソースの不正使用、業務妨害、そして濡れ衣による名誉毀損も成立します。私が詳細な報告書を作成します。そして社長と CTO に直接報告しましょう。ありがとうございます。その後、イッチと弁護士は100ページを超える詳細な報告書を作成した。内容は完璧だ。オーディットログの証拠、キューブ CTL 履歴の証拠、正ネームスペースの証拠、フィズ情報による副業会社の証拠、レジストリログによる6ヶ月間の運用証拠、300万円のリソース不正使用のコスト計算。これで反撃の準備は整った。これから本番だぞ。証拠バッチリあるから大丈夫。証拠を叩きつけろ。緊張する。さあ始まった。逆転劇期待。数日後、緊急役員会議が開催された。出席者は社長、CTO、人事部長、そして先輩、そしてイッチと弁護士。それでは始めます。イッチさん、弁護士さん、説明をお願いします。はい、それでは報告書をご覧ください。今回のシステム障害は私のミスではありません。ウーバネクスオーディットログを調査した結果、真犯人が判明しました。ええ、まずこちらをご覧ください。障害発生の13分前、午後1時47分、先輩のアカウントからデプロイメントが変更されています。それは変更内容はメモリリミットを 2GB から 512MB に削減。言い訳が苦しい。もう無理だって。往生際が悪い。これが障害の直接的な原因です。山本さん、これはどういうことですか？あれはテストのつもりで。まだあります。先輩のアカウントには不正なネームスペースが存在していました。パーソナル、アプリ、山本。このネームスペースでは CPU8 コア、メモリ 16GB、ストレージ 500GB が使用されて
きないだろ。証拠の前には無力だな。300万。さらにクイズ情報を確認したところ、このアプリは山本ビジネスコンサルティング株式会社という。これは逃げられないわ。完璧すぎる証拠集め、会社まで調べられてて草。山本太郎さんの副業会社で運営されていることが判明しました。山本さん、これは本当ですか？それは環境がなくてテスト環境として。テスト環境では、こちらのアクセスログをご覧ください。30万件以上のアクセスがあります。これは明らかに商用サービスですね。さらにコンテナイメージのレジストリログでは、西馬、自業自得、サマーミロ。過去6ヶ月間12から3回のペースで更新されています。本格的なアプリケーション開発と運用が行われていた証拠です。ファイナルアンサー、完璧な証拠だ。これは逃げられない。すみませんでした。副業の環境を用意する資金がなくて。徹底的にやれ。当然の報い。刑事事件にまでなったか。会社のリソースなら無料で使えると思って。信じられない。山本さん、あなたは即日懲戒解雇とします。不正使用した300万円は全額返還していただきます。サマー、銀河王法ってやつだな。給料も150万アップとか200万ボーナスすげえ。完全勝利だ。昇進おめでとう。スカッとした。また業務妨害罪で刑事告訴も行います。刑事告訴。こうして先輩は全てを失った。後日裁判で懲役6ヶ月執行猶予2年の判決。 IT 業界での再就職は絶望的となった。一致さん、本当に申し訳ありませんでした。あなたの技術力と調査能力には感服しました。おめでとう。当然の結果だな。一致の勝ちだ。 SRE チームリーダーへの昇進を決定しました。特別ボーナスに100万円と年収100の10万円も決定しました。また今回の件を受けて新しいリソース監視体制の構築をお願いしたい。はい、お任せください。その日の夜、一致は妹に電話をかけた。お姉ちゃん、どうだった？完全勝利だよ。先輩は懲戒解雇、私は SRE リーダーに昇進。やった。お姉ちゃんすごい。妹のおかげだよ。ありがとう。その後、一致は新しいリソース監視体制を構築。会社全体のセキュリティが大幅に向上した。以上、私の体験談でした。最後まで読んでくれてありがとう。ルシオ2、スカッとした。イッチグッジョブ。オーディットログ最強だな。証拠完璧で気持ちいい。クーバネティス使ってる人は気をつけよう。妹いい子だった。技術力が正義を証明した話だった。一致ありがとう。次回も期待。また聞きたい。こういう結末最高。スカッとしたわ。監査ログちゃんと見ないとな。ログの重要性がよく分かった。証拠は嘘をつかない。技術って大事だな。いい話だった。オーディットログ大事だわ。